皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日はオイル交換の実証実験を行いたいと思います。皆さんはオイルを下から抜いてますか、上から抜いてますか？最近の車って下から抜くのってすっごい面倒くさくなってるので、今日はこのアイテム、このバレーボールみたいなアイテムを使って上から抜いてみようと思います。でまずその実証実験の一つ目はこういったもんで本当に上から抜けるのかっていうのが一つです。でもう一つは上から抜いてきちっとオイルが抜けるのかどうか。オイルパンの中にいくらかオイルが残ってるんだろうと思うんですけども、問題はその量ですよ。でそれをこの計量カップで測りたいと思います。一度これで吸い上げた後でドレンボルトを外して、でそこから出てくるオイルの量をこれで計量します。でそれがすごい量なのか、それとも少しで、このぐらいだと許容範囲だろうという範囲なのか、これを実証実験で確かめたいと思います。結果が良ければ今後多分私は全て上から抜くようになると思うので、実験の結果が非常に楽しみです。どうぞ皆さん最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。構造はとても簡単です。このバキュームポンプを差し込んで、それで引き上げるだけです。でこの引き上げた時に空気を吸い出すので、この中のタンク内の圧力が不圧になって、それでオイルを吸い上げる仕組みです。ゴムボートなんかに空気を入れるのと真逆の構造です。空気を吸い上げるだけです。この付属のチューブの先端をオイルレベルゲージに入れれば、そこからオイルを抜き取ることができます。2分間の暖気が終わりました。オイルレベルゲージを外します。ここにホースの先端を差し込みます。一番底付きしたところまで差し込みます。バキュームポンプで中の不圧にします。何度もポンピングします。オイルがだんだん抜けてきました。このバキュームポンプって意外と高くて5000円ぐらいするんですよ。でこれで抜けないとちょっと辛いんですけども、もしこれでうまくいけばですね、5000円は安い買い物かなと思います。これがうまくいけば5000円が安いっていう感じる理由っていうのはいくつかあって、最近の車っていうのはエンジンの下アンダーカバーされてますので、まずそれを外すのがめんどくさい。それに、ジャッキアップして馬をかけますが、それだと車が前だけしかかけないと車が平行にならないんで、4つかける、もしくは馬かけてドレンボルトを外した後でその馬を外すとか言うて作業をいろいろしないといけないっていうのはめんどくさいですし、もう何といってもそのジャッキアップして下に潜り込んでいる時、もし今大地震が起きたら僕は死んでしまうなというふうに思うんですよ。車いじってて車に押しつぶされて死ぬって、それで本望じゃないって思う人もいるかもしれませんが、できればそんな死に方したくないですからね。ドレンボルトを何回もつけたり外したりするっていうのはやっぱりオイルパンを傷める可能性もあるので、そういった分でもリスクが軽減できるので、もしこれで本当にオイルが抜けるのであれば非常にありがたいなというふうに思ってます。エンジンの中のオイル量が減ってくると空気も一緒に吸い上げるので、頻繁にポンピングしないといけないですね。
けどそんなに大変な作業じゃないです。明日筋肉痛になるようなことはないです。上からオイルが抜き取れなくなったのでドレンボルトを外します。めっちゃ出てくるやん。全然上から抜き取れていません。うまくできなかった原因を考えてみると、ジムニーの場合はこのオイルゲージが直角に近い形で曲がってて、でこの奥までホースの先を入れることはできるんですけども、さらにオイルパンがこの下にこう出っ張るような形で、ジムニーの場合は特殊な形状をしています。パイプの先を S 字に曲げていかないとオイルの底に達しないです。バキューム機能は十分あるんですけども、オイルパンの形状によってはうまく吸い取ることができないと結果になりました。これがバキュームで吸い取れなかったオイルです。今 250cc ぐらいですけども、実際に漏れ出た量も考えると、多く見積もって 300cc ぐらい。ジムニーの場合はオイル量が3リットルなので約 10%、300cc がうまく吸い取ることができませんでした。ジムニーでうまくいかなかったので、今度はポーターキャブで実証実験を行いたいと思います。同じようにオイルレベルゲージを外してバキュームホースの先端を差し込みます。ホースの先端が底についたことを確認します。ジムニーとポーターキャブ合わせて5リッターぐらいのオイルを吸い取りました。今度はうまくいってるかドレンボルトを外してみます。全くオイルが出てきません。やるじゃないか。これを見ていただいたら分かるように、結局はオイルパンの形状によりますね。ジムニーの場合は 300cc ぐらい吸い取ることができなかったんですけども、ポーターキャブの場合は下から抜く以上に抜けてるのかもしれません。全く落ちてこないです。オイル交換の実証実験が終わりました。ご覧いただいたように、そのオイルパンの形状によって吸い出せる量っていうのはもう全く違うっていうのがよく分かりました。多分ジムニーみたいにこう下にポコッと出てる方が特殊なんだと思います。多くの車で上からの吸い出しっていうのは有効なんじゃないかなと思います。オイルレベルゲージのラインが直角に曲がっているようなものもホースが先端まで届かないのでうまく抜き取ることができません。下から抜くことのリスクとか手間を考えると上から抜くのがいいですね。やってて思ったのは、意外と時間かかるんですよ。チューブが細いので、何回もこうポンピングもしないといけないので、電動だともっと簡単にできていいのかなっていうふうには思いました。皆様の参考になればと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。グッドボタンよろしくお願いいたします。